んだよ。任天堂スイッチで発売中のパズルボブルシリーズの新作、パズルボブルエブリバブル。前回に引き続き、ストーリーモードの通常ステージを攻略していくよ。今回は、エリア5の虹の図書館から、エリア7のレインボーフォレストまで、前回と同じく、ストーリーはクリアのお楽しみとして飛ばしていくよ。星3クリアする場合のクリアの仕方の一つだと思って参考にしてね。ステージごとにチャプターがついてるから、見たい箇所に飛んでみてみてね。ペイントラインの初登場ステージ。こんな風にバブルを当てると、左右5バブルをペイントライン内と同じ色に変えてくれるよ。ここでもペイントラインが登場。ペイントラインと同じ色のバブルを当てると、そのまま消えるよ。もちろん違う色を当ててもいいけど、狙えそうな時は同じ色を当ててサクサク消そう。なんだかすごそうなステージだけど、左上のチャックン1体を助ければ OK。ペイントラインをちぎり落として、視点内の青バブルを全部ピンクに変えよう。ガイドバブルを使えたから落ち着いてやれば狙いやすいはず。導火線に火をつけるみたいで、一気に消えて気持ちいい。忘れずにチャックンを助けてクリア。天井付近の視点に囲まれたチャックンを助けるステージ。天井が落ちてくるスピードが結構速いよ。視点内のチャックンはちぎり落としたボムを使って助けよう。ボムを使う前にもう一つのボムをちぎり落としちゃうと、お供が拾ってくれないから気をつけてね。バブルがたくさん詰まってる。まずはスターバブルをちぎり落としに行くよ。チェンジバブルが間に挟まってるのが厄介だけど、チェンジバブルが隣り合ってるバブルと同じ色になった瞬間を狙って手玉を当てると消しやすくなるよ。焦らず落ち着いて狙ってみてね。ピンクが来ないな。せっかく来たのに間違えちゃった。なかなか苦戦してるな。スターバブルを落としたら違う色のバブルが4色集まる場所を人工的に作ってあげよう。カラーバブルを全部消したら残ったチェンジバブルだけちまちま消そう。わあ、跳ね返っちゃった。ペイントチェンジラインが初登場。
ペイントラインの中の色が1秒ごとに変わるよ。ペイントチェンジラインのすぐ上の色と同じ色に変わったタイミングでうまく手玉を当ててあげると効率よくバブルを消していけるよ。ペイントラインを使ってチャックンを助けるステージ。ちぎり落としたくなるけど、ちぎり落とす必要はないよ。ペイントラインに直接手玉を当てると、支点にくっついてるチャックンバブルの色がうまく変わって、消しやすくなるように配置されてるんだ。むしろちぎり落としちゃうと消しづらくなっちゃうから、ペイントラインにちゃんと手玉を当てられるように狙うこと。つまりゲームが大事になってくるよ。あ、しまった。緑ちぎり落とせなかった。いらないバブルは天井に当てて捨てちゃおう。よし、クリア。さっきと違ってペイントチェンジラインがどの色に変わった時に手玉を当てればいいか考えなきゃいけないステージ。最初は支点の左右に青と黄色がついてるからその色に変えるとスムーズ。上から4つ目のペイントチェンジラインは黄色か紫。上から3つ目は青かオレンジがいいけど、うまく欲しい色が来なくてぐちゃぐちゃになりがちだから臨機応変に消していこう。上から1つ目と2つ目のペイントチェンジラインは右上の支点の左右にオレンジと紫がくっついてるからオレンジと紫の時にそれぞれ当てよう。このステージは天井が落ちてくるスピードが結構速いから普通のバブルに混ざって置かれてるペイント系バブルめがけてどんどん手玉を当ててサクサク消していこう。ちぎり落とせた特殊バブルもうまく使ってね。一番上にペイントチェンジラインが置かれてるからそこに最後当てられればクリア。ボムバブルを使ってチャックンを助けるステージ。まずはボムをちぎり落とそう。ボムの効果は岩を貫通するからチャックン3体を助けられる位置を狙ってボムを当てよう。チェンジバブルがたくさん落ちてくるスピードも結構速いよ。チェンジバブルが3つ以上固まっている部分をうまく狙ってサクサク消そう。片側に気を取られてると反対側があっという間にレッドラインを越えちゃうから左右に気を配ってね。
後のカラーバブルは落ち着いて1色ずつ消していこう。あとちょっと。クリアー。今回最初にガイドバブル消しちゃったけど、ちぎり落としておいて、狙いづらくなってきた時にアイテムとして使えるように取っておいた方がいいかも。このステージは視点の周りにブランクバブルがついてるから、それをうまく消していけるように、ブランクバブルと隣り合ってるカラーバブルと同じ色の手玉を当てていってあげるのがおすすめだよ。視点もデッドラインを越えちゃうとアウトだから、下の方の視点から順番に消していこう。青がなかなか来ない。ようやく来たけど、まだ青が足りない。中途半端に視点の周りにブランクバブル残しちゃった。ペイントバブルとボムが登場するけど、ペイントバブルに先に手玉を当てて、色を変えてからボムを使うようにしよう。先にボムに当てちゃうと、ペイントバブルが消えちゃって、消すのがかなり難しくなるよ。全体的に色がばらけてるステージだから、欲しい色が来ないときは、奥の方の同じ色のカラーバブルにくっつけておいて、後から消しやすくしておこう。よし、クリアー。下の方のバブルは全部消せた。反射うまくいった。チェンジバブルがたくさん。一番上の真ん中と左右にペイントラインが3つ置かれてるから、そこをめがけてチェンジバブルが3つ固まっているところを狙って連射でサクサク掘り進めていこう。ペイントラインはできれば同じ色の手玉を当てて一発で消せるようにしよう。先にチェンジバブルでつながって消えたバブルで隙間が空いてたから一発で消せなかった。最後はうまくいった。気持ちいい。このエリアのボス、全部で6つある左右のペイント系バブルを1つずつちぎり落として、真ん中の2つの視点付近や天井付近めがけて使おう。青いペイント系バブルは左側、ピンクは右側に使うと一気に消しやすいんだけど、早めに消しちゃうと上の方にあるペイント系バブルを落としちゃって拾いそびれちゃうから、落とすタイミングは気をつけて。天井の落ちるスピードが速いから、ペイント系バブルを臨機応変に効率よく使ってクリアしよう。
ンを助けるステージだけど、チャックンバブルは直接狙えないような作りになってるよ。板にバブルがくっついて支えてるから、どのバブルを消せば板をちぎり落とせそうか考えながら、反射をうまく使って崩していこう。助けられれば OK だから、左上のバブルは消さなくても良さそうだね。レディーゴー。バブルがかなり詰まってるけど、あまり深く考えず、間に混ざっているペイントバブルを優先的に狙いながらどんどん消していこう。ちぎり落とせた特殊バブルもうまく使えるね。なるべく上の方からちぎり落とせるといいタイムが狙っていけそう。あとはピンクでちぎり落としたいけど当てづらい位置になっちゃった。レディーゴー。スカルモンスタの初登場ステージ。寝てるスカルモンスタにちょっとでも毛玉が当たるとゲームオーバーになっちゃうから、絶対に当てないように気をつけよう。ちぎり落とせば追い払えるよ。レディーゴー。スカルモンスタがたくさん視点がところどころに登場するステージだから、視点にくっついてるバブルが何色なのか意識しながら視点周りのバブルを消そう。反射してちょっとでもスカルに触れちゃうと一発アウトだから気をつけて。邪魔なスカルはちぎり落としてね。もうすぐクリアって時にスカルに当てちゃうとすごくショックだから緊張するな。レディーゴー。スカルはボムでも消せるんだ。このステージはどれか1個最寄りのボムに毛玉を当てれば、こんな風に連鎖して全部消してくれるよ。はよぽよはよんぱはよんぱ。レディーゴー。このステージはチェンジバブルとブランクバブルの厄介バブルが最初から迫ってきてるステージ。さらに板も混じってるよ。チェンジバブルは同じタイミングで色が変わっていくチェンジバブルが2つ並んでるところに毛玉を投げるのがおすすめだよ。
変わった瞬間の色と手玉が同じ色なら一発で消せるから、負けそうな時はチェンジバブルの色が変わるのを待ってもいいかも。地道に消していかないといけないステージだから、狙えそうな時はなるべくちぎり落としちゃおう。ここまで来ればもうデッドラインは超えないから。レディーゴー。スカルとボムが登場。スカルはちぎり落とすかボムを当てるか、やりやすい方法で追い払っていこう。ボムは6つあるけど、アイテムにしたボムを当てる位置やちぎり落とす位置によっては、他のボムを拾いきれず落としちゃったり、爆発に巻き込んじゃったりするから気をつけてね。このステージは真ん中の上の方にカラーバブルがぐちゃぐちゃに集まっているから、ボムはそっちにも使うといいよ。あそこは根元を狙って一気にスカルをちぎり落として、ボムも手に入れられたら真ん中に使っちゃおう。レディーゴー。ペイントバブルが出てくるから、ちぎり落とせるものはちぎり落として使おう。真ん中ら辺にバブルがバラバラの色で密集してるから、その辺にペイントバブルを当てて消しやすくしよう。最後は黄色のペイントバブルを使ってクリア。レディーゴー。ものすごい量のスカル。スカルに囲まれたところにチャックンが完全に囚われちゃってるから、スカルにボンボンボムをぶつけていって、チャックンを掘り起こして助けよう。ちょっとでも当てるところがずれると、チャックンまで届かないから、この動画を当てる場所の参考にしてね。レディーゴー。時間がなくてかなり厄介なステージだよ。最初に目の前のペイントチェンジバブルを落としてゲット。上の方に並んでいる視点に向かってまずは掘り進めていくよ。一番上にオレンジのバブルが並んでいるから、まずは出てくる色数を減らしたい。右側はチェンジバブルが挟まっていて厄介だから、左側の規則的に並んでるカラーバブルを斜めに消しながら掘り進めていくよ。右側がやばくなってきてるから、先にペイントバブルで染めちゃおう。左側もだいぶ消せてきたから、ペイントバブルで一気に染めてちぎり落とす。下の方についてたペイントバブルもまたゲット。
オレンジやっと消せた。本当は色数を減らすためにもっと先に消したかったんだけど、中途半端に残しちゃってたね。ペイントバブルはチェンジバブルを染められないから先にチェンジを消してから視点上で跳ね返して右端の視点周りのバブルを染めてちぎり落とそう。あとは残りのバブルを処理。やっとクリア。レディーゴー。ここも時間がシビアなステージだからサクサク消そう。岩や板にバブルがくっついているからどこを狙えば早めにバブルをちぎり落とせそうか見極めながら消してちょっとでも早く消せるようにしよう。岩の上のバブルは今の位置だと消しづらいから一番最後に消すよ。板の隙間に手玉を投げて狙うのがなかなか難しいから落ち着いて狙おう。そろそろ天井が下がってきて岩の上のバブルも消しやすい位置に来たよ。天井に反射させたり直接狙って消そう。ギリギリなんとかクリア。時間に厳しいマイカのステージだからか星3クリアが難しくなってきてる気がする。レディーゴー。左右のペイント系バブルをちぎり落として使っていくステージ。視点があるからペイントバブルを視点の周りに当てて消しやすくしよう。ペイントラインは板が並んでない列にうまく入るように場所を作ってあげるのがおすすめ。うまくできた。残りのペイントバブルは上の方の視点の周りを染めてあげれば消しやすいね。レディーゴー。スカルモンスターをゴムを使ったりちぎり落として追い払いながら一番上のチャックンを助けるステージだよ。ゴムは3つしかないからここぞというところに使おう。2体一気に追い払えるところに使おうかな。最後のゴムは右上の方のスカルに当てて追い払おう。狙いづらいところのスカルは追い払えたからあとはチャックンをサクサク助けよう。
ルを使ってスカルモンスターに絶対に当てないようにしながらバブルを消していくステージ。ガイドがある分慎重に狙えばクリアできるはず。ガイドは30秒で効果が切れちゃうから、切れたらガイドバブルを取り直そう。壁に反射させないと絶対無理なステージになってるから、ガイドバブルがないとクリアするのは絶対無理だね。パズルボブルはビリヤードがゲーム性の由来になってるんだけど、まさにビリヤードみたいなステージだったね。レディーゴー。最後のボスステージ。スカルが登場するけどボムはないからちぎり落とすしかないステージだよ。下がってくるスピードもなかなか速いからデッドラインに注意しよう。スカルは結構ちぎり落としやすい位置にいるから早めに真ん中の方のバブルを消して両サイドのチェンジバブルを根元のあたりから消せるように狙っていこう。危ない！スカルに当たっちゃうかと思った。これまでのステージがかなり難しかった分、意外と最後のステージの方があっさりクリアできるかも。ステージ10とかの方がよっぽど難しかったな。レディーゴー。タイムクラスが初登場。手玉を当てて消すとステージ下の導火線の制限時間を10秒伸ばしてくれるよ。こんな風にちぎり落としちゃうと時間を伸ばしてくれないから注意。拾ってアイテムとして使うことはできないから落とさないように気をつけてね。レディーゴー。さっきよりもたくさんのタイムクラスが出てきたね。タイムクラスが伸ばしてくれるのは下の導火線の時間だけで、左上の星3クリアの条件のタイムを伸ばしてくれるわけじゃないから、全部のタイムクラスを丁寧に消してると逆に星3クリアできなくなっちゃう時があるよ。今回は早い段階で右側にあったタイムクラスたくさん落としちゃったから左側は丁寧に消してみたよ。導火線の時間をほどほどに伸ばせたらタイムクラスを無視してステージ全体のバブルを消していっちゃった方がいい時もあるから左上のタイムにも注意してみてね。レディーゴー。レッドラインまでバブル1回のステージ。制限時間制のステージだから現状は下がってこないけど手玉を当てる場所によってはレッドラインを越えちゃってゲームオーバーになっちゃうこともあるから注意してね。真ん中と左右にちぎりやすいポイントがあるから早めにちぎり落としちゃおう。星3クリアするにはちょっと時間が厳しいからなるべく早めに
カラーバブルの色数を減らしていってあげるとクリアしやすいと思うよ。これであとはピンクだけ。クリア。レディーゴー。タイムプラスの反対、タイムマイナスが登場。タイムマイナスはタイムプラスの逆で、手玉を当てて割っちゃうと、ステージ下の制限時間が10秒減っちゃうよ。タイムマイナスと同じ色の手玉を当てて割らないように気をつけながら、ちぎり落としてあげないといけないんだ。これも左上の星3クリアのタイムには影響はないけど、割っちゃうとステージクリア自体が難しくなっちゃうよ。レディーゴー。タイムマイナスは2個ずつくっついてるから、間違えて当てちゃうと一気に20秒マイナスされちゃって、かなり痛いよ。絶対に当てないように気をつけてね。視点の周りは普通のカラーバブルだから、優先的にそこを狙ってタイムマイナスをちぎり落としていこう。タイムマイナスは違う色のバブルなら当てても問題ないから、欲しい色のバブルが来ないときはタイムマイナスに関係ない色のバブルを当ててやり過ごすといいよ。あ、間違えた。マイナスじゃなくてよかった。あとは最後の列だけ。右端は視点の間を狙うと難しいから、紫から消していこう。タイムマイナスに引っかからずにクリア。レディーゴー。タイムプラスとタイムマイナス両方出てくるステージだから、タイムプラスはなるべく手玉を当てて割る。タイムマイナスは割らずにちぎり落とすっていう風に、それぞれ違う対処をする必要があるんだ。頭がこんがらがっちゃいそう。でも基本的に普通のバブルもちぎり落としていった方がいいから、タイムプラスだけ直接割って、あとは全部ちぎり落とすって気持ちで狙っていくといいよ。ここまで来たら安心かな。無事クリア。レディーゴー。チェンジバブルと視点が登場するステージ。視点の周りのバブルを優先的に消していこう。チェンジバブルは天井や視点につながっている根元の方からなるべく消していくといいよ。視点の上のバブルは角度的に狙いづらくなってるから、壁だけじゃなくて天井に反射させて割るのもありだよ。あ、間違えた。また間違えちゃった。視点が真ん中の方にあるから、その上のバブルが消しづらい。今のは天井に反射させた方が狙いやすかったかも。あとは真ん中に残しちゃってた視点を消してクリア。レディーゴー。左にブランクバブルとタイムプラス、右側にカラーバブルが並んでる。このステージはタイムプラスが消しやすくなってるから、なるべく全部取っちゃっていいかも。視点も3つ混ざってるから先に消しておこう。あ
後から消そうとすると周りにカラーバブルがなくてちょっと消しづらくなる時があるよ。緑とピンクのバブルは消しやすい配置になっているから早めに消して黒数を減らしちゃおう。あとは青と黄色だけ。上の方からちぎり落とすようにしよう。あとちょっと。よし、いい感じ。レディーゴー。落とすペイントバブルと投げる位置が大事。まず青いペイントバブルをゲットして、視点の左下を狙って当てればチャックンだけ助ければいいからマイナスを割らずにかっこよく助けられるよ。レディーゴー。バブルを反射させて消していくビリヤードみたいなステージ。制限時間はタイムプラスもあるから余裕に見えるんだけど1個しかないガイドバブルの効果時間が30秒しかないんだ。ガイドバブルがないとクリアがかなり厳しいから30秒以内にクリアできないと積んじゃうよ。反射させる場所はこの動画を参考にしながら素早く狙いを定めて消してね。時間がどうしても足りないときはガイドバブルを取る前に下の方のバブルは自力で消すのがおすすめだよ。レディーゴー。ブランクバブルとタイムマイナスが登場するちょっと頭を使うステージ。あまり考えずバブルを投げちゃうとブランクバブルの色が変わってタイムマイナスとつながって割れちゃうんだ。そうすると制限時間が大きくマイナスになってゲームオーバーになっちゃうよ。どこに何色のバブルを投げれば安全かよく考えながら消していってね。真ん中の方は狙わずに左右から消していってあげるのがおすすめ。欲しい色が来ないときは焦らず安全なところへバブルを捨てよう。パヨポヨパヨンパレディーゴー。チェンジバブルがたくさん登場するステージ。このエリアの中でも星3クリアがなかなか難しいステージかも。まずは目の前のチャックンを助けてあげよう。ある程度助けられたら斜め方向にチェンジバブルを割っていきながら左右の貴重なタイムプラスを取っておこう。あとは一番上に閉じ込められてるチャックンを助けに行くよ。チェンジバブルはごちゃごちゃに色を変えちゃうと後から消すのが大変になっちゃうから気をつけてね。なるべく左右から反射させてあげてちぎり落とすのがいいと思うよ。チャックンを助けるときは隣り合ってるチェンジバブルをチャックンバブルと同じ色に変えてあげるとちょっと助けやすくなるよ。チェンジバブルが変わるパターンも覚えとくといいかも。間違えた。なんとかクリア。レディーゴー。チェンジバブルとタイムプラスマイナスが出てくるよ。2色しかないしチェンジバブルがタイムプラスと同じ色に変わった瞬間をうまく狙うと消しやすくなるよ。今のところは逆にタイムマイナスをちぎり落とすためにチェンジバブルを使ったよ。
あとは落ち着いてチャックンを助ければ。クリア。レディーゴー。マイナスバブルがたくさんあるから、ちょっとでも間違えて割っちゃうと、一気に時間がマイナスになって、一発アウトになっちゃうよ。どこにどの色のバブルを投げたら安全か、考えながら投げよう。ここはオレンジ以外のバブル。逆にこっちはオレンジバブルだけが大丈夫。違う色のバブルは右の方に捨ててくよ。オレンジバブルきた。黄色バブルもここまで来れば安心だね。冷静に投げていけばクリアできるよ。レディーゴー。このエリアのボスステージ、真ん中の方にペイントバブルとタイムマイナスがあるけど、ペイントバブルはちぎり落とさずに使おうとするとタイムマイナス3つを一気に食らっちゃうから、必ずちぎり落とすようにしよう。そのために左側の方から消していくと崩しやすいから、そっちから消していくよ。一気にちぎり落とせた。真ん中あたりも消していこう。左側から青バブル、うまく反射させて割れるかな。ああ、ダメだ。よし、黄色で一気にちぎり落とせた。ペイントバブルゲットできたから、色を変えて消しやすくしたよ。今度は緑のペイントバブルをちぎり落とそうと思うよ。うまく落とせた。一番上の緑バブルにつながるようにペイントバブルを投げて消しやすくしておくよ。いいペースで消せてる。残りのオレンジペイントバブルもゲット。いい感じ。これであとは黄色バブルを割って、レインボーフォレストクリア。今日はここまで。クリアしやすいステージもあれば、なかなか歯ごたえがあるステージもあるけど、この動画を参考に星3クリアを目指してくれると嬉しいな。ステージによってはもっと早い解き方があったり、手玉にどの色がどんな順番で来るかによって毎回ベストな解き方が変わってくるステージもあると思うよ。いろいろ試してみてね。エリア7のレインボーフォレストまででエブリバブルに登場する特殊バブルは全てできったから、この後のステージは全部応用編。次回はエリア8の魔法使いの洞窟から通常ステージの最後まで星3クリアをしていきたいと思うよ。それじゃあまたね。はよんぱー。